はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回は新しいエンジン作る前にまずこのフライスの改造を進めていきます。このフライスでここが足りないとかっていうのが結構出てきたので、まずそれを改善してしまいます。一番大きいのは Z 軸の高さが足りないことですね。このフライス Z 最大まで上げるとここまで上がります。当然こんな距離で使うことはないですね。これにツールなんぞつけようもんなら全然足りないんですよ、距離が。こんな感じで。なので Z の首の上をちょっと位置を上げちゃっても使用上何も問題はないですね。なので、このヘッドの位置を今よりもできれば10センチ上に上げたいですね。そうすることによって Z 軸の最大距離を多く取れるんですよね。10センチ上げることによって今の加工エリアが、370ほどあるんですが、これ10センチ上げられれば何もつけなくて470までいきますね。次に作るエンジンの高さが十分賄えるのと、今後作りたいものもある程度それで対応できると思います。ただ注意しなきゃいけないのは、部品をつけることによって精度が下がる可能性がありますね。一番怖いのは上に上げたことによってこのヘッドの部分ですね。左右の転びは調整が効くんですが、前後の転びっていうのは調整効かないので、正直前後に転ばないような形状にしなきゃなんないですね。ただなかなかそれも難しいので、ある程度は許容するしかないとは思います。では、まずヘッド外してパーツの採寸を進めていきます。ではヘッドを持ち上げる準備ですね、やってきますが、いらんパーツは今のうちに外しちゃった方がいいね。ここは多分直行になるギアだからピニオンがなんか入ってると思うんだけど、よいしょ。こんな感じでギアが入ってます。こんな感じのギアが入ってますね。他は、モーターはもう外しました。これで重量軽くなりますね。で今問題になってるのはこの歯車ですね。このギアを取るんですが、今ギア固定してたネジは取りましたが、ギアが何所外れない、なんでか知らんが外れないんですよね。ただ入ってるだけなんでしょうけどね。ここは構造上プーラーとか入れられる場所じゃないし、あんまりギュウギュウ押すような場所でもないので、こっち側に穴があるわけじゃないので、こっちから押せないんですよね。だから手でスコッと入ったはずなので、あってもキー溝ぐらいのはずです。そう信じてなんとかギアを、古いものなので固着してると思うんですが、外していきます。それが外れればやっと主軸ヘッドが外れると思いますね。とにかくギアが外れてくれないことにはよっやっと歯車外れた。スプリングワッシャーか。これでシャフト抜けるね。あとはこのネジを取ればこれスポッと抜けますね。はい、これで外れたと。はい、習熟外れました。やっと
でケースロナットを外して外して次につけるベースプレート側につけます。そうすれば角度を変える機能は残したまま延長ができると。あとちょっとよいしょ抜けた。よし、やっと外したので採寸がこれでできます。で直径は170。はい、まあ手書きですがこんな感じで一旦これを CAD で清書します。はい、採寸終わったのでまためんどくさいですが戻して加工をしていきます。もう一台あればもう一台が加工してっていうのをできるんですけど1台しかないのでまあしゃあないですね。よしよしこれで OK。採寸した下書きから CAD を起こしたので、まあ大体こんな感じで作っていきます。はい、三隅に頼んでた素材が来ました。でかい鉄の板ですね。とにかくでかい鉄の板です。ちなみにこれ何キロなんだろう。よっ19キロぐらいありますね。厚みも恐ろしいほどありますね。4センチ40ミリで、これは上の面と下の面を、ロータリー研磨ってやつかなでやって平行度が高い状態にしてもらってます。今回ここの上と下の面の平行度がかなり重要になるのでこれはもう先にやっておいてもらってます。そうしないとうちの機械だとズレが出るので難しいですね。まずはこのフライスにセットするんですがもうセット、加工距離ギリギリなので結構キワッキワにセットしなきゃダメですね。まずは下なんと。はい、では、ドリルで穴開けしていきます。よし、で下穴は OK。 あとこの穴拡大して最終的に 56.03 ミリ目指します。
ノギスだとちょっと不正確ですが、56.04 目標が03なので、03の時もあるし問題はないですね。ノギスで大体合ってます。03ですね。56.03 ほぼぴったり目標の数字になりました。これでここの穴開けば OK と。それでは、ネジ用の下穴4つ穴開けてきます。 14.91 これで角度変更用のシャフトの取り付け穴完成しました。ここからは残りの穴をじゃんじゃん開けていきます。開けなくてはいけない穴が多いので結構時間がかかってます。次はこっちですね。これでやっと穴開けは終わりました。この後はサーキュラーテーブルにセットしてここ長穴とエッジ取りですね、やってきます。これでケイトサーキュラーへの設計をしなきゃね。サーキュラーテーブルを乗せて原点を出していきます。これでセンター出ました。結構加工サイズカツカツですね。なんだかんだとあんまり負荷かけないで加工していきましょうか。それではセットできたので長穴加工の方を進めていきます。はい、これで必要な穴開け全部終わりました。このまま終わってもいいんですが、ここ丸く取った方が見てくれがいいのと、ちょっと軽くなるので、やろうと思います。はい、セット終わったので、横を削ってきます。この角を丸くする部分どうやって削っていこうか結構悩んでいろいろ試しています。
下穴開けたらうまくいくかもと思って下穴を開けたりもしてます。はい、こんな感じでもうドリルで穴開けて点線にしてます。この上をエンドミルでなぞれば少しはマシだと思います。下穴に沿って掘り込む方法でやってみましたが、この方法もいまいちでした。結局横刃を使って少しずつ削っていくという方法に落ち着いてしまいました。はい、これで片っぽ終わりました。めんどくさ。思った以上にめんどくさかったです。もう一個どうしよう。まあここまで来たらやっちゃいますけど。あと反対側ですね。だいたい角度を取っていけばいいです。時間かかったけど、まあなんとかできたと。はい、これでよし。はい、これで Z 軸の延長するプレートできました。でかいと疲れますね、やっぱ作ってて。まあでもなんとかできたので OK ですね。じゃあもう一回もう一度フライス板分解して、それでこれを取り付けて、うまくいけば Z 軸が 100mm ほど延長されますね。そうすれば今後使いやすくなるのではと思います。厚みも 50mm あるのでたわむようなことはないと思うんですけど、どうでしょうね。まあ最後に測定してみてダメそうならまた外して元に戻しますけど、うまくいくことを祈ります。はい、持ち上げるクレーンの準備をしていきます。ヘッドは分離できました。でこのヘッドにこのプレートがつくんですよね。今度はまずはこいつを外さなきゃね。まずはこのシャフトを外して、これがこっちにつくかですよね。これつかなかったら大事なんですよ。今度もう一回組んで再加工。めんどくさいな正直。外したシャフトがこっちにストッとはまれば OK です。よし、お、ぴったりぴったり。お、よかったよかった。これで大丈夫だね。はい、こちらのボルトからこちらのボルトに変更ですね。
強度的には十分あると思うので問題ないです。こちらとそっくりな形にしていきます。いけそうだね。はい、先ほど作ったボルトですが、問題なくはまりますね。はい、OK です。取り付けにあたっては、とにかくまずきれいにすること。隙間に切り子なんかがくっつかないようにきれいにしておきます。この4本のボルトは正直気休めです。そこまで効くとは思っちゃいませんが、ネジ穴があったのでついでにといったところですね。よし。これで一応は、プレートができたから、まず仮固定して、シャフト類全部処理していかなきゃならないですね。とりあえずささっとよいしょ、ささっとと仮でも何でもいいから刺して固定しときゃ OK と。あとは元通り組み立てて調整ですね。まずザラネを入れて細い板を入れると。でクラウンワッシャーを入れて傾斜をつけるためのユニットをつけてよっこらしょ。これで一通りモーターなども全部ついたので、基本的な配線やなんかは全部終わって、まだ各所蓋は開いてますが、とりあえずはこの今の時点で測定してみて、その結果がもうボロボロだったらちょっとこのまんまってわけにはいかないので、元に戻します。今回の作業失敗だったということになるんですよね。なので先に測定やっちゃいますね。0.005 計測上 0.005 テーブルで計測するとおよそ 0.005 ぐらいって感じですね。0.005 なら許容範囲ですね。とりあえずこれで OK と。これで基本的にはかなり加工範囲は大きくなりましたね。10センチ下駄入れたんで、それによって大きくなりましたね。ここで0、左0で、後ろに行った時に 0.005 ぐらい動くと、OK ですね。
あとは変な共振しなきゃいいですけどね。ちょっと長くなった分振動は出やすくなってますからね。以前よりは多少手加減して切削しないとダメだとは思います。こんな感じでテーブルからここまで約470ミリになりましたね。まあたかが100ミリですが、されど100ミリですね。まあすぐにすぐフライス使うわけではないんですけど、今のうちにやっとかないともうやらなくなっちゃうんですよね、こういうのは。使っていて振動が出るか出ないかですね。あまり振動出るようだとちょっと問題があるので、また考えなきゃいけないと思います。とりあえずは今回の改造うまくいったと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。